こんにちは。5分で世界史の用語を解説する動画です。今回は中国の封建制、郡県制、軍国制を比べながら区別していきます。実は支配体制の変遷には一定の法則があって、この構造を理解すると他の地域にも応用できるようになるんですね。はい、ではいきます。まずは基本情報です。封建制。封建制という言葉はいろんな地域で出てきますね。ヨーロッパや日本でも見られますが、これらは中国の封建制に形態が似ていることから付けられた訳語です。だから同じ名前でもそれぞれの場所、時代によって少しずつスタイルが違ってきます。ただし基本的には王と地域の有力者が契約で主従関係を結んでいる状態だと思ってもらえれば大丈夫です。中国では院や州の体制を封建制と言います。州では特に血縁者、親族に土地を与えて、その一族に代々地方を支配させる親戚運営を行っていました。各地はそれぞれ公が治めるけれども、その諸侯たちから見たら、周王は本家なので、みんな周王に従うわけです。次に軍国制です。秦の始皇帝が制定したものです。始皇帝は中央集権体制を作りたかったんですね。地方を各地の諸侯に全部任せてしまうんじゃなく、中央から派遣した長官に収めさせます。そうすることで中央の方針を地方にダイレクトに伝えることができるわけです。最後に軍国制。前漢の初代高祖劉邦が制定したものです。先ほどの郡県制は領地全部を中央の役人派遣で治めていました。急激に広大な土地を支配しようとして無理が生じ、秦は滅んでしまったわけです。だから劉邦は遠くの地方は州のように諸侯に統治を任せます。ただし近くは直接支配できるので郡県制のままです。つまり近くには秦スタイル、遠くには州スタイルを使ったわけです。これが軍国制です。ただしこれには続きがあります。地方の諸侯に力を持たせたままだと反乱を起こす可能性がありますよね。実際五祖七国の乱が起こってます。ですので乱の鎮圧前後から特に武帝の頃には地方にも中央から長官を派遣するという形に変わります。つまり実質的な郡県制に戻っているわけですね。はい、ここまで流れを確認してもすぐどれがどれだかわからなくなりそうです。ここからは理屈や法則で覚えていくことにしましょう。はい、まず名称です。県だの国だの出てきます。これらの文字がどこを指すのか視覚的に確認してください。秦や漢の頃は地方を4つのレベルに区切ってます。特に漢の頃ですね。大きいものから郡、県、郷、里と小さく箱入りになっていきます。郡県制の郡、県、長距離線の郷、里と覚えてしまうといいでしょう。郷というのは京と呼んでも構いません。これらは中央から役人を派遣するので、ある程度中央の方針が通ります。それに対して国というのは、こことは別に、支配を公に全面的に任せてしまった領地です。政治の方針は、その地方の公、場所によっては王が決めるわけです。次にどういう流れで制度が変わるのか見てみましょう。これは中国史だけではなくって世界史全体に応用できる考え方です。広い地方を治める政府が取る戦略というのは法則性があるんですね。それさえ分かればいろんな単元の事例を見て何が起こっているのか分かると思います。はい、ざっくり2パターンと考えてください。1パターン目、地方は有力者に任せ、その代わり有力者を自分に協力させるという方法。2パターン目、遠くの地方も直接治めるという方法。これはそれぞれにマイナスがあります。1つ目はちゃんと有力者をコントロールしないと力をつけた有力者が反乱を起こします。2つ目は安定したシステムやルールを全土に浸透させないと不具合が生じて情勢が不安定になってしまいます。ですので統治者というのはこの2つのバランスを取りながら政治をしていく必要があります。そのバランスの取り方の一つとして、1.5 とでもしておきましょう。こういった折衷案のようなものがあります。特に政府を作った直後というのは全土をいきなり運営するのは難しいですから、地方は有力者に任せてしまった方が早いです。でもある程度安定してきたら地方勢力は削いでしまった方が反乱の危険もなく安心なわけです。漢の劉邦から武帝の流れはまさにこれですね。この同じパターンというのは様々なところで見られます。例えば秦、こちらの秦ですね。でも同様のことが起こっています。最初中央は北京ですが、最初北京から遠い南部は3つに分けて有力者に収めさせます。三藩ですね。しかし安定してくると藩を廃止しようとします。抵抗した藩王たちは三藩の乱を起こしますが鎮圧して直接支配を実現させるわけです。
逆に国が衰退するときは2で安定していたものが遠くを管理できなくなり 1.5、1と変わっていったりします。広い帝国から地方豪族が力を持ち始めたり、あるいは一部が自治を獲得して独立したりというのもこのパターンだと言えるでしょう。このように構造から見ると州親官で統治体制が移り変わる順序というのもやっぱりきれいに整理できるんですね。まず1、地方を有力者に任せる州の封建制。2、全土を軍や県で支配する清の郡県制で、そして 1.5、遠くだけ諸侯の領地にしてしまう漢の軍国制。その後2に戻り、遠くも直接支配する実質的な郡県制です。こういう構造の理解はぜひいろんな時代に活用してくださいね。はい、中国の支配体制以上です。ではまた。